不動産屋さんの階段です。この事故を覚えていますか？ 2012 年12月2日に中央自動車道上り線の山梨県大月市にある笹子トンネル内で天井板が落下して9名が死亡した大事故です。天井板のコンクリート板が約138メーターの区間で崩落し、3台の車が下敷きになりました。私もこのトンネルは何回も通っていたので信じられませんでした。今回のお話は山梨県にお住まいの他の体験談でもご紹介した近藤さんからいただいたもう一つの体験談です。さて、この大事故があった日のことでした。近藤さんは仕事が休みで、その日は車で甲州街道から大月へ行く予定で、ガソリンを給油してから中央自動車道に乗り、目的地を目指して走っていました。ところが近藤さんはなぜか急にコーヒーが飲みたくなったそうで、勝沼インターを過ぎて甲斐大和のコンビニに寄ったそうです。そしてそこでラジオをつけると、笹子トンネルの上り線で天井板が崩落して何台かの車両が巻き込まれたという事故を知りました。近藤さんは寄り道をしたことで巻き込まれることはなかったのですが、しょっちゅう走るトンネルですから決して他人事とは思えなかったそうです。さて、その笹子トンネル天井板落下事故から何年か経ったある日のことでした。近藤さんはその日は休みで相模原の会員制量販店に出かけることにしました。そして例の問題の天井板が撤去された笹子トンネルに向かう上り線を車で走っていたそうです。そして笹子トンネルが見えてくると、その入り口付近の壁面にひびを補修した跡が残っているのが見えました。近藤さんは数年前の大事故のことをふと思い出しましたが、特に気にせずゆっくり左車線を走っていたそうです。すると追い越し車線の大型トランスポーターやセダンなどがゆっくりと走る近藤さんを追い抜いていったそうです。でもマイペースで近藤さんはトンネルを抜けました。さて、そうこうするうちに近藤さんは相模原の街中に入り、量販店に到着しました。買い物を済ませ、また山梨に向かって中央道の相模原インターから今度は下り線に入りました。そして大月ジャンクションを抜けて笹子トンネルの下り線に入ったそうです。すると当然ですが、事故のあった上り線同様に天井板はすべて撤去されていました。トンネル内では大型トラックやタンクローリーが近藤さんの車を取り囲むように走っていきました。すると近藤さんはふと前方におかしな車が走っているのに気がつきました。おや、なんだあの車は、そう思いました。近藤さんのはるか先を一台のワゴン車らしきものが走っているのですが、それが真っ黒だったのです。黒い色のワゴン車だったのではなく、真っ黒なワゴン車の形をした影のように見えました。するとそのワゴン車を追いかけるように追い越し車線を真っ黒なセダンの影が走っていました。それはまるで宙に浮いたように真っ黒なワゴン車を追いかけていたそうです。トンネル内といっても LED の照明が間隔を置いて点灯しています。他のトラックや乗用車ははっきり姿がわかるのに、そのワゴン車とセダンだけが真っ黒な影のままで姿がわからないのでした。その黒い影のように近藤さんには映る2台の車はトンネル内の明かりや他の車両のヘッドライトを遮っているようでした。やがてトンネルの出口が見えてきたそうです。近藤さんは出口に出れば前の2台の黒い車両の影も姿を現し、どんな車なのか見えてくるだろうと思いました。そして近藤さんにも出口から差し込む光が見えてきました。ところが近藤さんは自分の目を疑いました。前方の2台の黒い影のようなものはその差し込む光の中でも
黒い影のままだったのです。その時近藤さんははっと気がつきました。さっきから近藤さんはその2台の黒い影のようなものに追いつけないのです。近藤さんは確かにスピードを上げていて、間には他の車は走っていないのに、さっきから一定の同じ速度で走っている2台の黒い影たちとの車間距離がちっとも縮まらないのです。すると間もなく2台の黒い影のようなものはトンネルを抜けていき、外の光の中にスーッと吸い込まれるように消えていったそうです。その時周りの他の車には外の太陽光が当たっていたのですが、あの2台の黒い影のような車だけが消えて、どこにも見当たらなくなったということでした。そこからしばらく走っても、どこにも似たような車体の車は走っていませんでした。近藤さんはそのワゴン車とセダンのような形の真っ黒な影たちは笹子トンネルの出口で消えてしまったというのです。私はこのお話を聞いて調べた時、あの笹子トンネルの天井板が落下して直撃を受けた車3台のうち2台がそのすぐ後に発火し炎症したのですが、その1台がワゴン車でもう1台は普通乗用車だということを知りました。その2つの車両に乗っていた方々は全員焼死体で発見されたということです。でも近藤さんが2台の車の黒い影を見たのはなぜか下り線で、事故があったのは上り線でした。ただ関係あるか分かりませんが、近藤さんの話では慰霊碑はその下り線にあるそうなのです。そして昔は中央道は大月までしかなく、延長になる際に笹子トンネルを掘削するため笹子霊園を撤去して工事を行った経緯があるということでした。事故より前にそもそも笹子トンネルはいわくつきだったのかもしれません。なぜならあの稲川淳二さんもこのトンネルでおかしなものを目撃しているそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。